もうこの辺、傾斜地を掘るともう土よりも石の方が多いんですよ。石の方が多いからどうしてももうその石出たら下の方へ持ってって積んでいく。皆さん豪雪地で米を作るというシリーズの今日は2回目ですね。津南町の血統の片栗でこれは収録していますが、今日伺うのは、この地域におられる滝沢光直さんです。簡単にその春3月から4月にかけて、どういうふうな作業をしたり準備をしたりっていうことを簡単に伺いたいですね。最初もみをなんつうんだろう、言葉してって言ったら標準語でなんつったらいいんだろう、水に浸して、で発芽するまで10日ぐらいかかるかな、から発芽させて、発芽したら種まいて芽が出てきたら田んぼへ並べて、4月の大体今大体第2か第3の土日ぐらいに。それは僕らが普通言う田植えですよね。田植えじゃなの前のまだ段階か。芽がちっちゃい時に、このぐらいまで苗代、そうそう、苗代ですね。田植えはいつ頃なんですか。田植えはね5月末。やっぱり遅いですよね。普通は平地だと連休の頃になりますもんね。5月末になるな。いくら早く苗代やるんだけどやっぱり寒いからかな、時間かかる。田植えまでで何かちょっと気にしたり注意することって何かあるんですかね。この辺下がどうしても石ばっかで、土の層が少ないからすごい水が下へ抜けてってしまう、だから本当に田んぼを2回ぐらいに分けて丁寧に高きしないと1日も持たないで水がなくなってしまう。だから2回ぐらいに分けて丁寧にかかないと水が抜けないように結構混ぜていろいろ土をやらないといけない。収穫はいつ頃なんですか。収穫はね今最近10月のだいたい第1週の日曜日ぐらいからかな。稲刈りあるいはそれを販売するところまでの農業の工程の中でやっぱりこの地域ならではとか苦労とか何かあったらちょっと教えていただきたいですね。この地域の苦労田んぼが一番小さいからどうしたって小さいから今企画整備してるとか大体1枚が3田んぼとか5田んぼとか、この辺ちっちゃい田んぼだとさ2世とか3世とか、下手すりゃ1世ぐらいのもある。そうするとどうしても稲刈りするにもいくらちっちゃくても4つの角は手で刈らなきゃいけない、それがさ10枚集まればもうさ40箇所も刈らなきゃいけない。そういうことが一番大変なのかな。その人手があんまりないわけです。そうその人手がない。越後妻有に関わろうとした時に、最初からすごく興味があったのは、この秋山郷と言われてるあたりで最初来た時にこう絶壁みたいのがあって、でそこからこう石垣段になってる景観があるわけですね。僕ら来ると、やっぱりあれはやっぱり圧倒的な感じで、僕はやっぱり津南十日町と最初は景観が一番いいと思ってたんですね。だからここにみんなとにかく連れてくることが重要だと、いうふうに思っていたんですが、石垣田んぼ普通の棚田とはちょっと違うので、それなりに苦労がいろいろあるって言われてる、そこを伺いたいですね。そうですね。どうしてももう何年か前からだけど地震があったりなんかして、
せっかく組んである石が緩んだりして、それで3メートルから4メートルぐらいの雪が降るんで、それでまたこう引っ張られちゃうんですね。引っ張られたりなんかして崩れそうになったり、崩れたり、それを春その田植え前ぐらいに、ちょっと直したりとかね。でそれは地震が来ればっていうのは分かりますが、地震がなくてもやっぱり古いからだんだんやっぱり弱ってきてる。何年も1回の地震でそう簡単に崩れることはないんだけど、何回も地震あってるうちにだんだん緩んでくる。ここの石垣田んぼはいつ頃大体かなり時間かかったらしいけども、明治の後半だと思うんだけどね。で僕が聞いた話で言えば、あっちの方の近畿地方の人たち呼んで何年もかかったっていうのはそうなんですか？そうでもない。そうでもないと思う。みんな割と自分の田んぼは自分でみたいなでみんな広げていった。だから年数1年人力しかないわけだから、1枚作るにも年数かかった。じゃあ指導に来る人もいたかもしれないけど、基本的にみんなこちらの人は。だから自分の田んぼは自分で作るみたいな。なるほどね。棚田が時々崩れますよね。であれで景観の問題と、実際の手間とか、そういうのがあって、それについてなんかご意見っていうか思ってることあったらちょっと伺いたいですね。僕らから見ると、いろんな苦労とかそういうのわからないで、とにかく石垣田があると美しいからそうであってほしいと思うわけですね。普通のに、崩れた時にね、災害で出すと大体国とかなんかの補助があって、安く復旧できるんだけど、そう復旧するにはその災害だとブロック積みになってしまう。だからブロック積みをしたくない、景観なんとかっていうのがあって、ブロック積みしたくないっていうんで、じゃあ石積みをまた復旧させるってことになると、なんかものすごく金がかかるらしくて、その費用が出ないっていうらしい。普通にやってもかなりちゃんとできそうなのに、何かそういう石垣田をやるっていうとお金がものすごい高くつくっていうことになってるんですよね。ものすごくかかるという話なんですけども、俺そんなにかからないと思うんだけど、そうですね。その話を僕は聞いた時に、そういう技術をみんな持ってやれるようになったらいいんじゃないかと思ったんだけど、どうなんだろう。それはちゃんとやってくれるんなら、皆さんが滝沢さんとか別に嬉しいだけですよ。そうですね。そこになんか仕事がありそうだな。